すごい自分の顔に合っててすごい可愛いの。イヤモフの季節では絶対に LA はないんだけど、100均でシャワーキャップを買って重量オーバー。めっちゃ可愛い。こんにちは、上野ありさです。ということで、ご覧の通りスーツケースが今2個ね、こっちにも広がってて、パッキングをします。あと1時間半で家を出て、今からロサンゼルスに行ってきます。で、オズモでちょっと撮影してるから、なんかちょっとどんな感じかわかんないんだけど、撮っていきたいと思います。まず服をちょっとここに重ねてて詰めてくんだけど、もう LA がさ、日本と同じくらいの気温で、ただちょっと夜寒いの。だから結構厚着をさ、持ってかなきゃいけないなと思ってるんですが、危ない。詰めていきます。まずこのね、インティミッシミのケースは下着と靴下、ブラ、パンツが入ってます。まだシャンプーとか入れてないや。これがメイクポーチです。で、これの中にはリップが入ってる。リップだけこの中に入れてます。あと洗濯ネット。じゃあまずはこの中にほっぽってってたのを一回出して入れていく。まずパック持っていきます。パックはこれなんかサンプル、あとバイオダンスのパックとダルバの2層になってるパックとアヌアのパック。もう期限が結構近めのやつを持っていきます。これは近くないんだけど、メディテラピーのなんか部分用マスクとナンバーズインとリジュランと置く前に、あとナイトブラ。ナイトブラはビアージェを使ってるんだけど、これはビアージェが5個ぐらいもしたのに2個ぐらいしかなくて今。で、急遽楽天で買ったナイトブラ。今回2週間行くので、2週間分のパッキングをしていきます。あと洗濯ネット。でも LA さ、洗濯できるからさ、これいつもこの洗濯ネットに汚い下着とかを入れて帰るんだけど、とか着たものとか、一応入れとくか。あってそうもしないでしょ。で、こちら。これはね、アミリのパンツ、ニットパンツですごい楽ちんであったかいので、この間サンプルセールで買ったんだけど、LA で履くかな？どうかな？あと、プランクのスパッツ。これはなんか、ジャケットと合わせたりとか T シャツと合わせたりニットと合わせたりしたら可愛いかなと思って、フランクのニットパンツと T シャツを2枚入れます。で、これだ、ザラとナヌシカのコラボのこのジャケットを今回イベントがギャラリーであるので、その時にこのジャケットをセットアップで着ようかなと思って、ダルバのパーティーでさこれ着たんだけどさ、写真そんなドレスコードが違かったから写真そんな撮んなくて、せっかく上下で合わせてきたのに写真撮れなかったから、イベントの時に着ようかな。で、メイクブラシ。これはね、このケースはね、メイクアップフォーエバーのケースです。洋服をちょっとね、下の方に詰めていきます。もうなんかヒートテックも一応持ってくるけど着るかしら。あとこのね、アクネのマフラーめっちゃ可愛いの。マフラーの季節とかアクネって書いてあるじゃないかもしれないけど、あっても困んないかなということで。で、ボトム。もうこれで結構パンパンです。で、これにスキンケア類とかが入ってるんだけど、なんだっけ、スタッシャーにシャンプーとか入れるんだけど、シャンプーとかまだ準備できてないので、一旦これをシミュレーションで、これがすごい可愛いの。これメゾンキツネのポーチなんだけど、なんていうの、ヘアセット、ピンとかカーラーとか櫛とかヘアをやるセットのやつと、ヘアアイロンとコテを両方持っていきます。アイロンとコテ38のコテ、TikTok とかリールを撮る用の棒と YouTube 用の棒、あとスカーフを、これはシャネルだったかな、シャネルとサンローラン、どっちもヴィンテージですと、あとバラクラバなの、これはニット帽、こういうニット帽と、あと電源類とかをこの中に入れてます。で、サングラスとメガネはミュウミュウのサングラスと
道スライのメガネ、あ、てかそう、土入りメガネ持ってかなきゃ。道スライのメガネ、今っぽいやつと、あとジェントルモンスター2つだね。ケースはもう変えちゃってんだけど、ジェントルモンスターのすっごいこれ大好きなんだよね。ダダっていうサングラス、この形がすごい自分の顔に合っててすごく好きなんです。ダダとマルジェラコラボだ。マルジェラとジェントルモンスターのレザーのやつ、これもすごい、まあ似たような、ダダとちょっと似てんだけど、ちょっとこっちの方がキャットアイになってて可愛い。この4つのラインナップです。 LA は本当にねサングラスが必要なのでね。でバッグはプラダエイミーを1つとザローを持っていきたいんですが、どうしよう。機内持ってくか。機内にカバン2個になっちゃうんだけど、ヴィトンのでもこれ潰れちゃうもんね。私これどうやってアメリカから持って帰ってきたんだろう。これは手で持っていくことにしましょうか。アウター迷ってんだけどさ、3つアメリカのそのお家に1個か2個ぐらいアウターあるんだけど、3つ持ってく、もうなかなか多めなんだけど、一旦これでこので、あとシャネルのイヤーマフ、ジェニーがさベージュのやつつけて、これ私去年のなんだけど、ベージュのもめっちゃ可愛いと思ったけど、ちょっとイヤーマフ、まあ、イヤーマフの季節では絶対に LA はないんだけど、写真に可愛いかなと思ってセーターにイヤーマフとかやりたいなと思ってちょっと1個持ってきます。まずこれ1個ある程度完成したのでこっちにして、てかバッグもまだできてないじゃん。もう1個スーツケースが登場しました。で最近覚えた技なんだけど、100均でシャワーキャップを買って、シャワーキャップをこうやって靴にかぶせるの。そうすると汚れた靴を気にせず、いつも袋とかに入れてたんだけど、入れないでこうやって持っていけるということで技を学びました。ポロのねニット、これはお仕事でちょっとコーディネートの撮影を向こうでしたいなと思って、ポロのニットと、あとアメリカの今回マイルズの親戚のお家に行くので、いろいろお土産を持っていきたくて、ボコとデコとか、あとお茶とかを、ゆず茶とかそういうのを一旦渡すように入れてます。喜んでくれるといいな。あともうスーツケース2つなんだけど、私ステータスがあるので3つまでいけるので、帰り荷物が増えた時用の大きな、ボストンバッグみたいなやつを入れてます。あとなんかね、このね中村天風さんの本次読もうと思って、中村天風教えが漫画で3時間でマスターできる、これを読もうと思ってるんだけど、別の本を機内では読むので、まあ家で時間ある時とか、帰りの飛行機で読もうかなと思って入れてます。で向こうのお家に置いてあるパジャマがそろそろ結構汚いので、もうあんまり使ってないユニクロのパジャマを持ってって、向こうのを捨ててっていう風にしようと思って、パジャマ入れます。これは可愛いサリバンのレザージャケット、めちゃくちゃ重いんだけど可愛いんだ。これマイルズも着れるもんね。いいよ着て。大丈夫。あと道スライのレザージャケットも持っていきます。レザージャケットで済むといいなね。寒くないといいな。でですね、今回ホーガンっていう靴のブランドのコーデ Vlog を向こうで撮るので、その靴が入ってます。靴はもうこの3足とプラダのローファーだけでおしまい。あとこれだ、このファンのブランドのちょっとトランプ支持者みたいな赤い帽子なんだけど、アメリカでかぶったらトランプ支持者と思われるのかわかんないんだけど、Not for everyone って書いてある赤い靴と合わせたら可愛いかなと思って持っていきます。はい、ということで詰め終わりました。こんな動画でいいんでしょうか。マイルズです。はい、これを玄関に持っていくのがマイルズの仕事ですと。重くてもう嫌になっちゃうよ。なんかすんごいダラダラと今日1日かけてさ、すごい後ろ散らかってる。1日かけてさパッキングしたからさ、なんかちゃんと物が足りてるかわかんない。よいしょ。もうザローは手で持ってきますか。
すごいさ、この傘ツリーのさもみがめっちゃさ床に落ちる。掃除機しても掃除機してもありがとう。これすごい重量オーバーの重量オーバーってなるの。大丈夫ってくらい超重いよ。いつもこれだよ。だって入れてるものそんな変わんないからさ。これさ、でもいつもヘビーをつけられる。よし、次はこちらです。こっちはね、アウェイっていうアメリカのブランドのスーツケースなんだけど、でももうこのリボアのやつを2個買いたくて、2個もう1個欲しくて買おうかなって思ってるところ。やっぱこのね、トランクプラスって形が一番いいです。形がね。よいしょ。で、ザローはもう手で持っていくしかないですから、手で持っていきますわ。オッケー、じゃじゃじゃん、じゃじゃんじゃんじゃん。はい。はい、できました。では、よいしょ。こちらと、こちらの2つができました。なんで、こんな感じで、今から羽田空港に向かいます。パッキング2週間。2つのスーツケースで、こんなに大きなスーツケース2つで、行ってきたいと思います。後ろがぐちゃぐちゃでごめんなさい。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。オズモで撮ったのでどんな感じかちょっと不安なんだけど、ライティングもね微妙なのでちゃんと撮れてるといいなと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。